こんにちは、東京ベジライフです。今週は前編と後編に分けてビーガンおせち料理のアイデアをご紹介します。今回のビーガンおせち料理前編では重箱の1段目に入れる祝い魚3種と栗きんとんをご紹介します。動画の最後の方で簡単にできる飾り付けのアイデアもシェアできればと思います。でまず祝い魚3種の中の田作りを作っていきたいと思うんですけれども、田作りは別名というかちょっと本名かもわからないんですけど、ごまめという名前もあります。でごまめは漢字にすると5万のお米という漢字になるので、ごまとあとお米をかけて、おせちの中にはたたきごぼうという縁起物のごぼうを使ったごぼうのごま和えがあるんですけれども、今回はそのたたきごぼうにアレンジを加えて田作り風にしていきたいと思います。でまずはこのごぼうをよく洗って少し厚めに切ったら、田作り風にしたいのでちょっと小魚のような形にカットしていって、で水にさらしてアクを抜いていきます。でアク抜きしたごぼうをたっぷりのお湯で茹でていきます。で 2,3 分湯がいたら取り出していきます。でこれをごま和えにしていくんですけれども、まずごまをすっていきます。でごまがすれたらの中に醤油麹を入れます。よく混ぜ合わせて、でこのごぼうの中に加えていきます。よく混ぜ合わせます。でこちら少し置いて味をなじませていきたいんですけれども、味がなじんだら最後にこちらのちょっと別に作っておいたトッピングをのせて完成させたいんですけれども、こちらは玄米の本菓子を細かく砕いて小さじ4の砂糖と小さじ2の水を合わせて電子レンジでチンした砂糖水を加えてよく混ぜ合わせて冷蔵庫で冷やし固めたものになります。先ほどお話ししたごまめのごまの部分はこのごま和えで、ごまめの目のお米の部分をこのトッピングで表現していければと思います。次に祝い魚3種の中の一つとしておせち料理の中で欠かせないものとして知られている数の子をビーガン風にアレンジしていきたいんですけれども、数の子は小さな卵がたくさん集まっていることで子孫繁栄の縁起物として知られているんですけれども、粒がたくさん集まっているものということでこちらのテンペを使っていきたいと思います。でこちらのテンペは普通のテンペとちょっと違う特別なテンペで、テンペは通常こちらの普通のサイズの大豆で作られているんですけれども、今回は特別にこちらの鈴丸という種類の小粒納豆なんかを作るのに使われる小さな大豆を使って作っています。普通の大豆で作ったテンペよりもより小さな粒がたくさん集まっていてビーガン的な縁起物食材になるんじゃないかと思います。でこちらのテンペは煮浸しにしていきたいので、まずは適当な大きさに切っていきます。でお鍋の中にまずだしを1カップ入れていきたいんですけれども、だしはお水に干し椎茸と昆布を入れて一晩寝かせたものになります。でこちらを1カップお鍋に入れていきます。ここに塩麹を小さじ1入れます。でおだしが沸騰したらこの中にテンペを入れていきます。でまた沸騰したら火を止めて、テンペがしっかりお出汁に浸かるように落とし蓋をしてこのまましばらく置いていきます。祝い魚3種類目の黒豆なんですけれども、
黒豆はまあ普通に作ってもビーガンで作れるので、本当にお好きなレシピで作っていただければと思うんですが、私はちょっと普通の黒豆は甘すぎて苦手なので、甘酒を使って作っています。で、作り方はすごいシンプルで、前の晩にお水3カップと醤油大さじ半分、塩小さじ4分の1に甘酒を 140g 足して、それを沸騰させたところに洗った黒豆、これは乾燥してるものですね、 150g 加えて、で火を止めて一晩置いておきます。で、次の日の朝に普通に圧力鍋にかけてお豆を柔らかく煮れば完成です。今日最後にご紹介したいのが栗きんとんなんですけれども、栗きんとんも黒豆と同じで、ちょっと普通の栗きんとんは甘すぎて私はあんまり得意ではないので、かなりアレンジして作っていこうと思います。ここに輪切りにして皮を剥いて水にさらしてアクを抜いておいたさつまいもがあるんですけれども、こちらを通常であればふかしたりしてマッシュして、で甘く味付けしていくんですが、これをもうそのまま使っていこうと思います。今回お正月ということなので、こちらをこの型を使ってお花形にくり抜いていきたいと思います。で、このお花形に切ったお芋を耐熱容器の中に入れていって、で上から薄く塩麹を塗っていきます。この上に薄く切ったレモンをのせていきます。でこれで電子レンジでお芋が柔らかくなるまで加熱していきます。さつまいもが柔らかくなったら、あとはこの市販の栗の甘露煮をトッピングして完成になります。こちらのさつまいものレモン塩麹蒸しは簡単にできるのにすごい美味しいので、普段の時でもすごくおすすめです。で、祝い魚3種と栗きんとんが完成したので盛り付けていきたいと思うんですけれども、後編では他のお料理と合わせて重箱に詰めていきますが、今日はこちらの丸皿の方に盛り付けていきたいと思います。そのまま盛り付けてしまうとちょっと平坦な感じになってしまうので、こういった色を足すものをこちらクラフトショップで売ってるんですけれども、造花のものですね、こちらを買ってきました。こちらもクラフトショップで買ってきたもので、リーフリボンというものですね。で、何かというとこういった形で本当にテクスチャーも薄さもリーフのような笹のようなリボンになっています。こちらを笹に見立てて飾り付けしていきたいんですけれども、これをこのまま笹の形に切ってしまってお皿の上に乗せてもらっても全然いいんですけれども、今回もうちょっと一工夫ということで、笹っていろんな飾り切りの方法があるんですけれども、こういった写真をネットでダウンロードしてきてプリントアウトして、でこちらを型にしてリボンを切っていきたいと思います。でまず型の方を切りやすい大きさに切っていきます。で今度リボンの方を長さを揃えてカットして、この型を半分に折ります。であとこちらのリボンの方も半分に折って、この型でピッと挟んでしまいます。であとはこの型に沿ってハサミでどんどん切っていくだけなんですけど、こんな風にリボンの飾り切りができます。では盛り付けていきたいと思います。結構盛り付けはセンスが問われるので緊張しますね。
ビーガンというとやっぱりおせち料理食べられないものが多すぎるっていう風に諦められちゃう方も多いと思うんですけれども、もともとのおせち料理っていうのはやっぱり年の初めに縁起物を食べて縁起を担ぐっていうところがあると思うので、そういった縁起のある食材を取り入れるというエッセンスを大事にして、今回はビーガン料理で祝い魚3種と栗きんとんを作ってみました。来年のおせち料理作りの何かヒントになれば嬉しいです。後編では重箱の2段目3段目に入れていくお料理を作っていきますので、ぜひご覧いただければと思います。